いやー、やっぱり RX の存在感は圧倒的ですよね。これぞザ高級車 SUV。レクサス好きの方なら一度は所有してみたい憧れの車だったりしませんか？今回は RX350H バージョン L 見てきましたよ。こんにちは、リュウチチャンネルです。レクサス関連のラジオ動画配信してます。よかったらチャンネル登録お願いします。今回ご紹介する車両はこちら。レクサス RX350H バージョン L 肉モデルとなっております。内装色はソリスホワイト、ボディ色はブラックとなっています。RX350F スポモデルも以前ですね、紹介してますので、よかったら過去動画の方もチェックしてみてくださいね。それでは、まずは簡単に RX350H のスペックと価格から見ていきましょう。全長 4890mm、全幅は 1920mm、全高は 1700mm となっております。エンジンは NX350H と同じ直列4気筒の 2.5 リッターエンジンとハイブリッドモーターの組み合わせとなっています。システム最高出力は190馬力、燃料は廃屋。燃費は WLTC モードでリッター 20.2 となっています。気になる価格はと言いますと、758万円からとなっておりました。それでは、まずはフロントから見ていきたいと思います。ヘッドライトは三眼のアダプティブ機能付きとなってまして、 NX と違ってですね、 RX はアロー型のポジション兼デイライトが真ん中部分に配置されているのが特徴です。しかもブレードスキャン式ですので、より細やかな遮光機能を備えている高機能ヘッドランプとなっております。続いて下部はどうかというと、バージョン L 専用のデザインとなってまして、コーナリングランプもね、もちろん備わっております。そしてグリルデザインはボディとグリルが一体となったユニファイドスピンドルグリルとなっております。皆さんはこの次世代型スピンドルグリル好きですか？中央のレクサスマークエンブレムも誇らしいというね。続いて足回りの方もチェックしていきましょう。タイヤサイズは235の50の20インチとなっています。いやー、でかい。ほんとね、間近で見るとね、この迫力ですよ。RX はボディサイズ自体がね、大きいですから、このぐらいのね、迫力のあるタイヤサイズがね、ちょうどいいかもしれないですね。サイドミラーはボディ同色となっております。下部はね、メッキ加色されてます。窓枠もね、ご覧のようにメッキ加色されてて、高級感ありますね。サイドから見た外観はこのような感じとなっております。リアに向かってね、流れるようなデザインとなってて、大きさの割にスタイリッシュにまとまっている感じがします。それではリアデザインの方も見ていきましょう。後方から見ても丸みのあるデザインなんで、おしゃれで軽快感のある印象かなと思います。そして RX の個人的に押されポイントはここです。L デザインが散りばめられたテールレンズですよ。細部までレクサスのこだわりをこの部分で感じさせてくれますよね。そして NX との違いはここ。ちょっと見えますかね？もしね、撮影できてなかったらごめんなさい。RX はワイパーが隠されるデザインとなってまして、リアスポイラーの下部に収納される形で配置されてるんですよね。これはね、ちょっとね、羨ましいデザインかなと思います。RX350H のリア後方前傾はこのような感じとなっております。バージョン L は F スポーツと違ってリア下部のデザインがご覧のような感じとなっています。ここはね、ちょっと F スポの方がいいかな。これだけね、広大な面積にシルバー塗装のモールになるのかな、これは。これはね、ちょっといらなかったんじゃないかなと思いますね。これならね、まだボディ同色とか、もしくはね、ピアノブラックとかにした方が、僕的には高級感出る気がするんですけどね。RX の大型の横一文字テールは活かしてます。これは本当にかっこいいと思います。この辺はね、UX とかと比べると、やっぱりね、テールレンズのサイズ自体も大きいですので、夜間点灯した際のインパクトはね、抜群だと思います。RX のリアサイド後方から見ると、このような感じとなってます。RX は全長約4.9メートルもあるんですけど、やっぱりね、流線型のボディにリア後方に向かってね、こう流れるようなね、メッキモール加色を施してあるので、若干ね、リアがクーペスタイルのような感じなんですよね。ですので、そこまでね、大きさを感じないんですよね。で、またね、ボディ色が黒だから、よりね、締まってかっこよく見えるんですよね。で、タイヤサイズもでかいですし、アルミのデザインもね、これかっこいいですね。皆さんは RX のスタイリングどう思われますか？
バージョン L なんでオレンジキャリパーをね装着不可となっているんですけど、これはこれでね落ち着いた大人の高級車っていう感じがします。それでは続いてですが、内装の方を見ていきたいと思います。基本的な作りやデザインは以前紹介した RX350 とほぼ一緒ですので、個人的にね気になったところだけ簡単に紹介させていただこうかなと思います。ハイブリッドモデルでしか選ぶことができないこのソリスホワイトの内装色、すっごいいいですよね。白内装はよりね高級感が増したかなと思います。スウェードデザインもしっかりわかりますよね。ドアパネル台座もダークブラウンの革張りとなってました。内装色に合わせて白のステッチ入り、これはねおしゃれです。バージョン L はレクサスロゴの入ったスカッフプレートがついてますね。アルミペダルとかではないです。そしてこのね毎回試乗するたびに感じてたこの踏み応え抜群の純正のフロアマット、お値段約10万円ほどします。でもね肌触りも良くてすっごいふわふわしてて質感は高かったです。これならね長時間足を置いてても痛くならないと思います。そしてこれですよ。これ分かります？ NX より一つこれボタンがね多いんですよ。でねちょっと押してみようかなと思うんですけど、これをね押すとこうやってシートの前がこう出てくるんですよ。これなんちゅう機能なんですかね。なんかこういう機能ってほんと高級車っぽいですよね。バージョン L ではワンランク上のセミアニリン本革とスウェードを使用した贅沢なコンビシートとなっております。革の素材も少し柔らかくて、このスウェードの触り心地ほんと最高ですね。バージョン L だと木目のコンビハンドルとなってまして高級感あります。アドバンスドライブがついてる以外は基本ね NX と一緒だと思います。メーター関係も基本は NX と一緒となってますね。エコ、ノーマル、スポーツとモードを切り替えるごとに液晶が変わります。違いがあるとすれば、ドライブモードが RX の場合はディスプレイモニター内に設定されていることと、モードの種類にカスタムモードが用意されていることですね。ヘッドアップディスプレイ、タッチトレーサーオペレーション関係も確認してみたんですが、こちらも NX と一緒でしたね。ただ、やっぱりこういった感じでハンドルに木目だったり色が入ると断然ラグジー感増しますね。個人的にはハンドルはこっちの方が好みではあります。では、シフト周りを見ていきましょう。右側が置くだけ充電となってて、左側が小物入れになるんですかね。その上に USB ソケットも用意されてます。バージョン L ではパネル色がアッシュとバンブーの2種類から選択可能となってます。こちらのパネルはバンブーですね。まあ明るくてね、温かみのある結構いい色味してますよね。で、カップホルダーも上側は深さの調節ができるタイプのカップホルダーとなってました。それでは助手席周りの質感も見ていきましょう。ソリスホワイトの存在感がやっぱやばいですね。シートもね、高級感ありますよね。ドアトリム部なんかもスウェードのね、面積が多いので、フロントダッシュボードまでね、ぐーっと囲うようにデザインされていて、これがね、おしゃれですよね。やっぱり RX の助手席周りの方が僕は好きですね。夜間アンビエントライトが光ると、またね、雰囲気良くて最高なんですよね。それでは続いて鉱石についても紹介させていただこうかなと思うんですが、鉱石はですね前回ね紹介させてもらった RX350 と、全く一緒なんで、ポイントだけねささっとお伝えしていこうかなと思います。350H の鉱石から見たフロント周り前景はこんな感じとなっています。やっぱり内装色が白だとそれだけで映えますね。黒一辺倒と比べると映像にも華やかさがあります。個人的にはレクサスは高級感の出し方が少しねおとなしめな印象を受けますね。スピーカー周りの過色がないですとか、鉱石にスカッフプレートがなかったりだとか、液晶メーターの演出が若干おとなしめだったり、鉱石のこのサンシェードもこのクラスの高級車であればやっぱり電動がいいですよね。この辺りはもう少しね外車の演出を取り入れていただいて、そこにレクサスならではのデザイン技術、匠の技を組み込んでくれたらいいのになぁと思っちゃいますね。皆さんはどう思われますか？よかったらコメントで教えてください。NX にはついてない装備でいくと、まずは鉱石上部の照明はタッチ式となっていましたね。あとは鉱石から助手席のパワーシートの操作が行えるスイッチ、これもついてました。クラスポもついてますよね。これね、何気にいいですよね。NX にもね、ついてほしいなと思います。
そしてこちらの試乗車にはロール式のトノカバーがついていました。これいいですね。大型の荷物があっても取り外す必要がありませんので、かなりね、利便性良きでした。NX もね、これで良かったのになーって思います。そしてバージョン L には電動格納シートが標準装備でついていますので、実際やってみました。倒れるスピードですとか起こすスピードは NX の方が速いかなと感じましたね。RX の方がゆっくり動作しているような感覚があります。NX オーナーの方ご覧になっていかがですか？ちょっとゆっくりに感じませんかね？こちらの機能はもちろんね、ディスプレイナビからも操作可能です。ラゲッジから倒せるのは本当にね、便利だと思います。直感的に荷物積もうと思った時に、これじゃ乗らねえってなっても、その場でね、すぐにボタンを押してシートを倒すことができますからね。ということで、今回は RX350H バージョン L の内外装も簡単ですがお伝えさせていただきました。いかがでしたでしょうか？ソリスホワイトやっぱりいいですね。皆さんどう思われますか？車内もね、すっごく明るくなるし、かつね、高級感ありました。ピラーとかルーフまで白いんで、後席からはね、かなり華やかに見えましたね。ただね、一つだけ気になるのが汚れなんですよ。これだけがね、ちょっと気がかりですね。ジーパンとか色移りしないのかなとか、どうなんだろうなって。僕はちょっとね、白を選ぶ勇気はないですね。なんかね、汚れが気になっちゃってね、もうそのことばっかりね、乗るたんびに気になっちゃいそうなんで、オーナーの方でソリスホワイトを選択された方、ぜひその辺ね、どうなのか教えてください。個人的な話なんですが、最近ようやく骨折も治ってきまして、晴れてね、仕事に復帰することができたんですけど、で、仕事に復帰したのはいいんですが、仕事が忙しくて、なかなかね、動画制作が進んでおらず、更新頻度がね、結構少なくなってしまって、その点はね、ちょっと申し訳ないなと思ってます。今回紹介した 350H なんですが、しっかり1時間試乗してきましたので、今後はね、NX オーナー目線で 350H 試乗インプレッション動画アップも予定してます。それと、レクサス LBX ですとか、クラウンスポーツの試乗なんかも予定してますので、気になる方はぜひチャンネル登録してくれると嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございます。では、また次回の動画でお会いしましょう。またねー。